ソニックの宿敵、ドクターエッグマン。彼はその名の通り、卵のようなお腹をしたコミカルなキャラクターです。悪役だけどギャグ要員でもあるから、どこか憎めないキャラクターだぜ。そんなエッグマンですが、実は彼は、作中で何度かシャレにならない大事件を起こしています。街にミサイルを放ち、星を破壊し、宇宙人を奴隷のように扱う。さらには、全世界を巻き込むパンデミックを起こしたこともあります。ということで今回は、エッグマンが引き起こした大惨事を、ランキング形式でご紹介しましょう。なお所々にネタバレが含まれますので、その点はご注意ください。それでは早速行ってみよう。第7位は、ソニックアドベンチャーで起こった大事件です。今作でエッグマンは、カオスという生命体を利用して、自らの理想郷、エッグマンランドを作ろうとしていました。しかし、その先々でソニックの妨害に遭い、最終的にカオスも敗北。さらには、エッグマンが気合を入れて作った空中要塞、エッグキャリアも破壊されてしまいました。墜落するエッグキャリアから、命からがら逃げ出したエッグマン。自分の計画がことごとく失敗し、彼の怒りはピークに達します。エッグマンは見た目はおっさんだけど、精神年齢はかなり低いぜ。だから自分の思い通りにならないと、すぐ癇癪を起こしちゃうんだよな。今回もその例外ではなく、やけになったエッグマンは、とんでもないことをしでかします。なんとエッグマンは、ステーションスクエアという街に、ミサイルを放ったのです。ステーションスクエアをミサイルで破壊し、そこにエッグマンランドを建設しようとしたんですね。アイデアが危険すぎる。このステーションスクエアという街は、ソニックの世界における大都会。そこには当然、たくさんの人々が暮らしています。そんな場所にミサイルを撃ち込めば、一体どれだけの人が犠牲になるか。ですがやけになったエッグマンは、そんなことなど微塵も考えず、実際にミサイルを発射してしまいます。ひえー。しかし幸運なことに、エッグマンが発射したミサイルには不備があり、すぐには爆発しませんでした。そしてその間に、ソニックの仲間であるテイルスが現場に駆けつけ、ミサイルを駆除。ステーションスクエアに住む人々は、犠牲にならずに済みました。テイルスマジグッジョブ。ですが、ミサイルに不備があったのは、本当にただのラッキーです。もしこのミサイルがすぐに爆発していたら、一体どうなってしまったのか。想像するだけで恐ろしいです。第6位は、ソニックアドベンチャー2で起こった大事件。今作でエッグマンは、祖父のプロフェッサージェラルドが残した遺産を利用し、世界征服を目論みました。まずエッグマンは、軍が保管していたジェラルドの遺産を奪いに行きます。そして狙っていた遺産を起動したところ、中から現れたのは、シャドウ・ザ・ヘッジホッグと名乗るハリネズミでした。その後エッグマンはシャドウの勧めで、宇宙に浮かぶスペースコロニー、アークを訪れます。するとそこには、巨大なビーム兵器、エクリプスキャノンがありました。このエクリプスキャノンには、どうやら星を破壊するほどの威力があるようです。これを使って政府を脅せば、容易に世界征服ができるかもしれない。そう考えたエッグマンは、世界中の電波をジャックし、犯行声明を流します。わしの名は、ドクターエッグマン。全世界の支配者となる人間じゃ。偉大なるエッグマン帝国の開幕セレモニー、心してみるがよい。その言葉の直後、エッグマンはエクリプスキャノンを月に向かって発射し、なんと月を半壊させてしまったのです。ついに星壊しやがった。犠牲者こそ出てないものの、星を破壊するのはヤバすぎますよね。さっきも話が出たように、エッグマンは精神的にかなり幼いですが、一方で IQ300 超えの天才科学者でもあります。ハイスペックな感触持ちほど、恐ろしいものはないのかもしれません。怖すぎる。ちなみにその後エッグマンは、大統領に向かって、エッグマン帝国に従うよう要求します。さもなくば、国を消すという脅しも添えて。またこの時破壊された月は、当たり前ですが、現在もそのまま放置されているそうです。以前、ソニックの開発スタッフのインタビューで、現在も月は欠けているが、たまたま地球と反対方向を向いているため、普通の月に見えているという回答がありました。月の気遣いがすごい。ちなみに今作のエッグマンは、他にも色々な悪事を行っています。例えば物語の中盤で、軍の追跡をかわすために島を一つ爆破したり、ゲームの終盤では、ソニックを宇宙に放り出して本気で殺そうとする描写もありました。今作のエッグマンは、珍しくちゃんと悪役してるよな。エッグマンが本気で悪役やると、かなり恐ろしい存在になるようですね。第5位は、2006年発売、ソニック・ザ・ヘッジホッグからご紹介。今作でエッグマンは、ソレアナ公国という国に伝わる、炎の最悪の力を手に入れようとします。そしてそのために、ソレアナ公国を治める公女、エリスを誘拐。炎の最悪の秘密を聞き出そうとしました。今作のソニック編では、エリスを連れ去ろうとするエッグマンと、逆にエリスを守ろうとするソニックの戦いが描かれています。そしてその中で、エッグマンがエリスを誘拐し、ソニックが助け出すという展開を何度か繰り返すんですが、エッグマンが3度目にエリスを誘拐した際、悲劇が起こります。3回も誘拐されてる時点でだいぶ悲劇だけどな。エリスを自分の戦艦に乗せ、カオスエメラルドの回収に向かうエッグマン。しかしその道中で、戦艦にエンジントラブルが発生します。そしてなんと、そのままエリスを乗せた戦艦は墜落し、エリスは命を落としてしまうのです。
死んじゃうのか。一国の王女を連れ去った挙句、戦艦の墜落で死なせてしまう。あまりにとんでもないことをしでかしてますよね。やらかしすぎだろ。ちなみにこれ、エッグマンはどうなったんだ？エッグマンの安否については情報がありませんが、以前同じように戦艦が墜落した際は、RA で住んでいたので、この時もなんだかんだ無事だったんじゃないですかね。まあエッグマンのしぶとさは一級品だもんな。ちなみにこの後ソニックは、シルバーと共にカオスコントロールを発動して、戦艦が落ちる前の時間に戻り、見事エリスを救出します。よかったよかった。ですが、エッグマンが一度エリスを死なせた事実は変わらないので、これも間違いなく、シャレにならない大事件だと思いますね。第4位は、ソニックフォースでの出来事です。今作でエッグマンは、ファントムルビーという宝石を手に入れます。このファントムルビーには、実体を持った幻、仮想現実を生み出せるという力がありました。簡単に言えば、欲しいものを何でも具現化できる、チート能力です。そしてエッグマンは、このファントムルビーをインフィニットという人物に与え、その力で世界征服を開始。ファントムルビーの力を得たエッグマンとインフィニットは、抵抗してきた者たちを軽くあしらい、着々と世界征服を進めていきます。その道中、いつものようにソニックが止めに来ましたが、ファントムルビーの力で過去の強敵たちを具現化することで、難なくソニックを撃破。そしてその勢いのまま、なんとエッグマンは、世界の 99% を支配してしまいました。99%? ほぼ世界征服達成じゃないか。この時のエッグマンは、これまでで一番惜しいところまで行ったかもしれないですね。ですが、征服される側からするとたまったものではありません。ゲーム中に出てくるステージを見ても、街中がかなり荒れ果てている様子が見て取れますから、世界の 99% が似たような状態だと考えると、かなりの被害が出たことでしょう。今作では最終的に、ソニックたちが逆転してエッグマンを打ち倒しますが、その後世界では、壊れた街などの復興が行われているようです。月を壊すような派手な行為はしていませんが、それでも被害の大きさを考えると、これもかなりの大事件だと思います。第3位は、ソニックカラーズからご紹介します。今作でエッグマンは、これまでの悪事のお詫びとして、エッグプラネットパークという遊園地を建設。そして、その遊園地の中をソニックが冒険するというのが、このソニックカラーズの物語です。出てくるステージも遊園地がモチーフになってるので、遊んでいてとても楽しい作品ですね。ところが、プラネットウィスプというエリアを訪れた際、エッグマンがしでかした悪用が明らかになります。実はこのエッグプラネットパークは、元はウィスプという宇宙人が住んでいた星でした。そこをエッグマンが侵略し、無理やり遊園地に作り変えてしまったのです。このプラネットウィスプは、新たに遊園地のアトラクションを建設中のエリアなのですが、自然豊かなウィスプたちの星が、今まさに破壊される様子が確認できます。この紫の水とか見ると、めちゃくちゃ環境汚染してるのがわかるよな。ちなみにエッグマンの目的は、当然みんなにお詫びをすることではありません。エッグマンは、ウィスプたちが膨大なエネルギーを持っていることに気づき、彼らのエネルギーを集めて世界征服に利用しようとしたのです。結局いつもの世界征服か。またエッグマンは、星の自然を破壊しただけでなく、なんとウィスプたち自身にも手を出してしまいました。このウィスプたちには、例えばホワイトウィスプやシアンウィスプ、イエローウィスプなど、いくつかのタイプがあります。そしてそれぞれのタイプが違った能力を持っていて、ソニックの冒険を手助けしてくれるんですね。ところが、このパープルウィスプだけは話が別。彼らはなんと、エッグマンに改造されてしまったウィスプたちなのです。このパープルウィスプの説明文を見ると、改造されたことで友好的な感情を失い、凶暴で野蛮な性格になってしまったようです。ゲームの前日譚を描いたショートムービーに、ウィスプたちが改造されるシーンがあるのですが、残酷すぎて言葉を失いましたね。かわいそう。ゲーム中だともっとひどくなっていて、工場みたいな施設で大量のウィスプが改造されています。平和に暮らしていたウィスプたちの星を侵略し、自然を破壊して、ウィスプたちも改造する。ゲームの雰囲気が楽しげなのであまり目立ちませんが、これはエッグマンがやってきた中でも、トップクラスに残酷な所要だと思います。第2位は、2008年発売の、ソニックワールドアドベンチャーでの出来事です。今作の冒頭で、ソニックはエッグマンの宇宙艦隊に攻め込みます。そしてスーパーソニックに変身し、エッグマンを圧倒。エッグマンはソニックに降伏します。しかし、ここで油断してしまったソニックは、エッグマンに背を向けてしまい、その隙にエッグマンが罠を発動。ソニックは、エッグマンに囚われてしまいました。そしてエッグマンは、ソニックからカオスエメラルドを奪い、その力で巨大なレーザー砲を起動。そのレーザーを、地球めがけて放ちます。すると、なんと星の表面にひびが入り、大陸が割れてしまったのです。なについに地球壊しやがった。正確に言えば、エッグマンの目的は、地中で眠っていたダークガイアという存在を目覚めさせることでした。ですが、その過程で星を壊したことには変わりありませんね。これはとんでもないことをしでかしたな。作中では詳しく語られませんが、おそらく世界各地でとてつもない被害があったと思われます。急に地面が割れたわけですから、死傷者も多数出ているのではないでしょうか。
エッグマンがしでかしたことの中でも、間違いなく最大級にヤバい出来事だと思われます。しかもこの時エッグマンが起こしたダークガイアは、星を破壊する存在だそうです。つまりエッグマンは、大陸を割って甚大な被害を出しただけでなく、星が破壊されるという大ピンチまで招いたわけですね。マジでなんてことしてくれてんだ。ちなみに、エッグマンがここまでしてダークガイアを目覚めさせた理由は、まさか。世界征服に利用するためです。もうそればっか。頼むから真っ当なやり方で征服して。世界征服しようとして、逆に世界を壊しかける。これはもう、エッグマンのお家芸ですね。ちなみにこの割れてしまった世界は、その後ソニックが世界各地を回って色々頑張ったことで、無事元の姿に戻りました。ダークガイアの方も、ソニックがしっかり沈めてくれましたね。ソニックいなかったら世界滅びてるよ。いよいよ第1位。第1位は、ゲームではなく、ソニックのアメコミから選出です。通称 IDW ソニックと呼ばれる漫画の中で、エッグマンがやらかします。今作の4巻で、エッグマンは最悪の兵器を生み出しました。その名も、メタルウイルス。このウイルスに触れた者は、魂の抜けたロボットになってしまいます。しかも、感染者に触れただけで簡単に移ってしまうという、非常に恐ろしい代物です。ちなみにこのメタルウイルスの感染者たちは、皆ゾンビのようなロボットになることから、ゾンボットと呼ばれるようになります。エッグマンはこのメタルウイルスを、世界中に撒き散らしてしまいました。その結果、全世界を巻き込む大パンデミックが起こってしまったのです。そしてその魔の手は、ソニックたちにも迫ってきます。ソニックたちは各地で救助活動をしていたのですが、その中で次々と犠牲者が。特にクリームは、友達のチーズとチョコラ、さらには母親まで失い、完全に心を閉ざしてしまいました。これは、かなりきついな。なんでエッグマンはこんなことを。エッグマンはこのメタルウイルスを使って、勝手に増える軍隊を作りたかったようです。それだけ。それだけです。しかし、エッグマンにも想定外の事態が起こります。もともとは、このゾンボットたちを自分の支配下に置く予定でしたが、ソニックとの戦闘で制御装置が故障。もはや誰にも、ゾンボットたちを制御できなくなってしまいました。絶望じゃないか。実際未来からやってきたシルバーによると、未来の世界には、廃墟と機械の植物しか残っていないそうです。つまりエッグマンは、世界を征服するどころか、世界を滅ぼしてしまうことになるんですね。これは、あまりにひどすぎる。この時ばかりは、さすがにエッグマンに腹が立ちましたね。ですがこの悲劇も、ソニックたちの活躍で解決することになります。鍵となったのは、エッグマンの手下が持っていた、ワープトパーズという宝石。ソニックたちはこの宝石を使って、感染者からメタルウイルスを引き剥がすという作戦を立てました。まずは生き残った仲間たちが協力して、カオスエメラルドを全て集めます。そしてその力で、ソニックとシルバーがスーパー化。スーパー化した二人の力でワープトパーズを起動し、見事メタルウイルスを、感染者から引き剥がすことに成功しました。このメタルウイルスの話は、IDW ソニック日本語版の4から7巻に収録されています。とても読み応えのある話になっていますので、読んだことない人はぜひ、読んでみてください。以上、エッグマンがしでかした、シャレにならない大事件でした。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。たくさんのコメントも待ってるぜ。それでは、次の動画でお会いしましょう。